よくね、キャパの言葉とかとね、ああいうの引用されて、あなたの写真物足りなさを感じるならね、一歩前により近づくように。あの言葉をやっぱり、それだけ、実際の距離感だと思って、それだけだと思って捉えるとすごく危険だと思う。なぜかというと、シャッターを切るだけのために一歩踏み込む。それはでも本当にあなた自身か？それはあなたが一番思ってることだと思う。写真を撮るだけために、写真にインパクトを持たせるだけに、一歩踏み込めばいいか？決してそうじゃないと思う。だからあんまり、あの、写真がどうなるか、どういう写真を撮りたいか、それを前提には外に出ないね。やっぱり、街の中で何が起こっているのか、そこに自分はどういるべきなのか、自分がいていいのか。だからどうなんだろう。街に溶け込むためというのか、人に出会うためというのが、そういうために出歩く、カメラを持って出ている。そういう目的でしかないかな。どう撮りたいとか何を撮りたいっていうのを考えたことがないかもしれない。最重要視はしていないっていう感じか。いや、どうかな。やっぱ同じだけど、撮られた写真がありふれたかどうかとか、ありふれた中の一瞬か、劇的だったか、よりもやっぱり、そこに自分がどういう感情が動いたか、そこにストレートにシャッターを切ること、それでしかないと思う。そのシャッターを切ったらどう見えるかっていうのはもちろん楽しみではあるんだけども、それはやっぱり撮り手のエゴでしかないよね。でもそれよりも、やっぱり出会って見た光景、出会わした光景、出会わしてもらった光景に対して、最大限感情が盛り上がった瞬間、自分の中でもあり、被写体との関係の中でもあり、その瞬間にシャッターを切る。それはでも挨拶とかと同じなんじゃないかな。自分が社会に出る。社会が今どのようになっているか、どのような動きをしているか、人々が何を見て、何が見えなくなっているのか、そういうことを自分自身が見てみたいというのもあるし、社会の中の一員になることによって、自分の立ち位置が見えてくる。それによって自分の立場、自分がやるべきことが見えてくる。おかげさまで自分はカメラを持っている人間だから、その社会という動き、今の社会が表層された瞬間を、自分の場合はシャッターを使って記録をする。社会を見る目であり、おのずと自分自身の姿を見ているとも言えるんだろうとは思う。うん。何をもってストリートフォトグラフィーというかっていうのはね、いろんな定義あるとは思う。でもやっぱ自分が考えるのは、そこに人の気配、人間の業、欲とも言える。時には煩悩かもしれない。でもそういうものが見えたとき、見えるというのは実際の可視化って意味でもなくて、感じるという言い方でもいい。その瞬間にシャッターを切れば、それは相手が被写体じゃなくても、相手が人間じゃなくてもいい。物であってもいい。人間が動かしたものかもしれない。人間が動かす前にあった自然かもしれない。でもやっぱり、すべてにおいて言えることはやっぱり、人人が感じられるかどうか。
その瞬間にあるのがストリートフォトだと思う。自分はどんなインタビューでも答えてるけども、こう、ファインダーを覗かないで、こういうノーファインダーショットってのは絶対にやらない。それは隠れるように撮らないということ。例えばマーク・オーエンとか、ブルース・ギルデンみたいに、撮りたいという欲のまま、写真のタイプ、被写体を捉えるために、被写体のある部分を表層するために、ノーファインダーで撮るというのはわかる。ただ自分の場合はよく一般に言う、被写体が撮り手を感じないために、そのために隠れるようにシャッターを切る。そういうことは絶対にやらない。何があってもファインダーを除く。これはすごく単純なことで、社会に生きている人間として、歩ってる人、怒ってる人、泣いてる人、もちろん感情を表に出せないことってのはあるとは思う。ただ自分の場合はカメラというものを持っている。じゃあそのカメラとは何かというと、やっぱり写真を撮る機材だって、人はそういう目で見るわけであって。だったら自分は、これ挨拶のように、社会に対して自分はカメラを持っている人間だ。今この場を撮っている、見ている。それをまず礼儀として表しているっていうことかな。ただ間違ってほしくないのは、被写体にじゃあ必ずそれを見せているんですねって、そういう意味ではない。被写体が気づかない瞬間にシャッターを切っていることは多々ある。ただ、社会に対して私は今カメラを構えている人間だっていうのを隠さないでいる。これだけはモットーにしている。そういう感じかな。うん。街を記録する、社会を記録する、今を記録するっていう言葉を使って、一歩引いた目線で社会を撮るっていうことは、シャッターさえ切ればある意味撮れることである。でもやっぱり、その社会にあったたった一瞬の光景でも、それを残していくためにはどうしたらいいか。結局は自分がその内側に行くしかないわけで。内側に行って自分が見ている社会、自分が実際に感じたその社会というもの、そこに初めてシャッターを切ることによって、それがもし写真となるならばね、読み手にとって写真と思ってもらえるならば、やっとそこに意味が見出せるんじゃないかなと思う。ただ記録したものを、いや、これが社会ですから、これが日本ですから、あとはどう捉えてもいいですよっていうのはね、自分のやるべきことではないと思う。だったらば、自分が社会の中に入り、そこで感じたものを中の人間として捉え、んで改めて、それを写真として撮り手たちが、どう見てもらえるか、それを委ねるということかな。そこからの評価っていうのは、すでに自分の手を離れてる。そう思って、シャッターを切ってるって感じかな。ソーシャルメディア上のストリートフォトの見せ方、あり方。確かに、ソーシャルメディアというものはこれだけ膨大になっていてね。これだけ、人気を集めるようになってきて、社会の、最先端、トップを走っているという意味では、その人々のコミュニケーションツールとして、そこでのストリートのあり方っていうのはどうしてもやっぱり、内なるものというか、自分がどうそこに見えるか。やっぱそこに注視しすぎな部分は確かにあると思う。本来だったらやっぱり街に出て、今はどのような状況になっているか、それを確かめるためにシャッターを切っていたっていうのがあったと思うんだけども、今はその撮ることよりも、撮った結果の写真がどう見られるか。もっと言うと、やっぱりそこには、その写真がどう見られるかという先に、撮り手である自分、写真家というのか、ユーザーというのか、その自分がどう見られるか。やっぱそこに意識が強くいってしまうというのは仕方ないと思う。
でもそれも全て気持ちの持ちようだと思う。ソーシャルメディアであっても見てくれる方たちは、目の前にいる人、何ら変わらないと。だったら自分がどういうふうにね、やっぱり表現していったらいいのか。何を取るかの先にどう見せるか。すべてがコミュニケーションなんだと。やっぱそれを本気で思っていけば、自分の評価のためだけに走るってことはないんじゃないかな。やっぱり長く心に残る写真、それを撮りたいと思う。どんな時でもね。でもそのためにはどうしたらいいかっていうと、自分はその場にいることができたわけ。だから、シャッターを切らなくても本来はいいわけである。でしょ？でも、なぜシャッターを切るか。やっぱそこは、誰かとこの光景、この日常の一瞬をやっぱ共有したいっていう気持ちが多いわけ。だから自分の場合は、状況説明、語りすぎないこと。それ何かというと単純に自分がその光景に飛び込んだ瞬間にハッと思った。その瞬間を入り口を取ること。それを写真にしておくこと。そうしておけば必ず読み手も自分の写真の前にこう立った時に、その自分がその光景で見たその立ち位置、同じ位置に立てるんじゃないかなと思うんだよね。一緒にその位置に立って、その目の前の光景が何度も何度も繰り返される。その時に読み手がそこでどう思ってくれるか。自分はその一瞬の光景入り口として捉えておくので、あとはあなたがね、その被写体、その光景と出会って、そこで何かを感じてほしい。そうと思ってもらえる写真。一番大事なのはだから写真の入り口を取っておくこと。語りすぎないこと。自分が感じた全てを解釈してシャッターを切る。そんなことやってたら遅いわけだから。そうじゃなくて、自分が感じたその感情、今伝えたいと思ったその瞬間に切ること。そうすればずーっと残る、何度も見直したい写真になるんじゃないかな。まあ、写真を編集するときとか編集を見直してるときに何を感じるか。まあ、それは単純にやっぱり被写体と自分がそこで初めて会ったような、あくまでも初見である感覚。それで写真を見直すこと。だからよくやるのがとか、よく人から相談されても言うんだけども、例えばパソコンで見てるときとかも、例えば全画面、フルスクリーンにして白い背景にするとかマットをつける、フレームをつける。で、少し引いてみる。あくまでもその時にはデータではなくて、写真。写真という形でもう一回俯瞰してみること。まあ、撮り手が用意したその光景に自分もふっと飛び込んで、もう一度何が見えてくるか。だからそのもう一度何が見えてくるかによって、もう一度見直して、あの時の感情がそのまま残ってるかどうか。自分がよく撮れたかどうかではなくて、あの時あった光景がきちんとそこに残ってるかどうか。それを第一に選択している。そこが大事なんじゃないかな。人々と共有するという意味では。まあ、今回のアイショットのね、このオープンコールは、コンペではないと。読むことだ。それがテーマだ。らしいけども。まあ確かにそうだと思う。やっぱりコンテストっていう考えでいるとね、この一枚があの一枚に比べてどうか、よりインパクトがあるか、面白いか、どう感情が動くか。A と B を比べるだけに過ぎないと思うんだ。でも読むというのであれば、やっぱり深く読める写真。それこそ一番強いことだと思う。そこを基準にするというのはとてもいいことだと思う。誰もが小説読むときに、映画を見るときに、
それ見てる最中に、あの小説をこの小説どうかな、あの映画とこのシーンどうかな、そんなことを考えてないわけ。そこに没頭するでしょ。だから同じだと思うんだよね。で、写真が撮る方も見る方も大事なのは、その写真一枚、その光景が何なのか、どういう状況なのか、自分がなぜそこに立っているのか、読み手としてね、撮り手の代わりとして、そうやってその光景を見て、そこにいる被写体たちと、まあ、もし可能ならば話し合って、声をかけて、こう見れる。そうやってゆっくりゆっくり読んでいくこと、それが大事なんじゃないかな。それで自分にとってこの写真がいいか、この写真が響いたか、その蓄積だと思う。もちろんこれはコンペなんだから、その結果ね、あの写真よりもこの写真よりも一番響いた。なぜならこうだから。そういう読み解いた結果を見るのは大事だと思う。ただ初めから表層されたもの、そこにポイントをつけていくっていうのは僕は違うと思う。じっくりと読んでいく楽しさ。これは別に取り手であっても、読み手であっても、その審査というものね、それを担った自分であっても、みんな同じだと思う。被写体と会話すること、そういう感じじゃないかな。これはまあ審査員としての話だけど、その取り手自身が一番見えること。これが大事かな。それを大切にしてる。全くもってインパクトがどうだとか、色がどうだとか、そんなことは一切気にしてないかな。もうパッと目の前に見た瞬間に、あ、取り手がここにいて、読み手をどう見てるのか、そこに魅力を感じるかどうか。それをまあ、写真を見る第一歩にしてる。そういう感じかな。そのことで、その写真家が見えてきて、被写体が見えてくる。結果その写真の全体像。これはまああくまでも審査という意味で言うと、その写真が、この状況、この場、この時間において必要だったかどうか。本当にそれを見極める機会になると。やっぱりプロジェクトで見たい。写真家の活動を見たい。写真家が世の中をどう見て、被写体たちをどう見て、社会をどう見て、そして結果的に自分が今どうなのか、どこにいるのか、自分がその中でどういう立場なのか。プロジェクトっていうのはそれがはっきり見えてくると思ってるから、そこを一番楽しみにしてるかな。やっぱりインパクトのある写真。例えば、ストリートフォトグラフィーとはこうです。僕の思ってるストリートフォトグラフィーはこうです。それだけやっぱり寄せ集めされてもね、見えてくるの。被写体の魅力だけでしかない。でもそれでは意味がないと思う。そこにあなたがなぜいたのか。この一連のあなたの活動を通して、あなたが、あなたの国なのか、あなたが歩いた国なのか、そこで何を見て何を感じたのか、あなた自身と写真の中で出会いたい。それが一番だと思う。それを楽しみにしているって感じかな。やっぱりコンテストに応募するという意識があるのであれば、普段の撮影はね、その場にその場に集中することは大事だと思う。ただ応募するという意識があるのであれば、やっぱりきちんと自分の活動を統括してほしいなと思う。自分がどう見て、何を感じて、どう撮ってきたのか。
どう街と寄り添ってきたのか。いろんなスタイルがあると思うの。物だけを撮ってる場合もある。家族を撮ってる場合もある。友人だけを。全く見ず知らずの人を。ストリート。そういう自然。社会的風景。いろんなテーマがあると思う。ただコンペだから、それをまとめなければいけない。そういう意味で言うと、何を表現したいか。自分はこうではない。自分がこうよりも、それをまとめて、社会に、世界に、何を今見てほしいか。何を感じてほしいか。今このソーシャルメディアっていうね、早い流れの中、多分社会の流れはもしかしたら変わってない部分もあるのかもしれない。でもソーシャルメディアから通して見た社会っていうのは確かにものすごく早い。そうするとやっぱりおのずと自分、傍聴者である自分もやっぱり相手のことを早く判断して、早く紹介していってしまってるんだと思うんだよね。で、それが取り手になった自分に対しても、やっぱりそこを課してしまう。自分もそう見られてるんじゃないかって。そう考えすぎてるんだと思うんだ。でもだからこそ自分らは表現者でもあるわけで、表現者になれると思ってカメラを持ってるわけでしょ。だからこそ、我々は今まで通りのペースでゆっくりと社会を見て、社会を歩いて、何を感じるか、そこにシャッターを切っていく。それだけでいいんだと思う。それをゆっくり見せていけばいいと思う。ソーシャルメディアの中の社会、それは自分が動かせるんじゃないかな。いいんじゃない？こんなんで。自分もこうだし、あなたもこれぐらいで。そういう時間の流れ、それを写真で表現できるんじゃないかな。そういう流れを大切にしてほしい。それは切に思う。すごく思う。ストリートフォトグラフィーという意味で、その表現という意味で、離れていった方がいい表現。まあ圧倒的に言えるのはやっぱり、隠し撮ってでもいいから、被写体の面白いところ、面白い光景だけを撮って、インパクトのあるもの、そこだけの評価を追い求めていくっていうのは本当にやめた方がいいと思う。それは誰のためにもならないかな。俺はそう思ってる。やっぱりそれは目先の評価にはつながる。つながりやすい。でもそれで消化されてしまうわけでしょ？その被写体、その人が。そして自分も、結局自分自身もそう。空虚になるだけ。それよりもその被写体がなぜそういう状況に陥ってしまったのか。なぜ社会から見て面白いとかファニーとかね、不可思議だとか、そういう状況に今いるのか。そこを考えさせられる。自分が考えさせられたわけだから。その、そう感じた理由にシャッターを切ってほしい。その結果だけじゃなくて。みんなで考えるテーマにしていったらいいんじゃないかな。そこで消化するのはもったいないし失礼である。そう思って言ってほしいかな。自分も心がけてる。まあ自分が写真を見て興味を失うっていうのは、まずはノーファインだ。斜め45度の写真ばっかり。若いお姉さんが横を通ってて斜め45度で、バストアップの写真。あなたがこれを撮りました。僕はこういうのを撮れます。自分はそういうのを見たいわけじゃない。シャッターを切っていなくても、あなたが普段どういう生活してるかを見たいわけだから。そういう意味では、やっぱり写真に表層されるよね。これはこの写真の中の、ここの写真の一枚の中の、でしかないあなただって。そこには俺は興味がない。
トータルで見えてくるもの。それは社会を見つめてる目。決してカメラが撮った写真ではない。ファインダーを通してるあなたの目が見たい。だからどうしてもそれが見えてない写真は全く興味がない。よくね、キャパの言葉とかとね、ああいうの引用されて、あなたの写真物足りなさを感じるならね、一歩前により近づくように。あの言葉をやっぱり、それだけ実際に距離感だと思って、それだけだと思って捉えるとすごく危険だと思う。なぜかというと、シャッターを切るだけのために一歩踏み込む。それはでも本当にあなた自身か？それはあなたが一番思ってることだと思う。写真を撮るだけために、写真にインパクトを持たせるだけに、一歩踏み込めばいいか？決してそうじゃないと思う。だからあんまり写真が近い、被写体とね、被写体と距離が近いから、インパクトがある。いい写真か？決してそうじゃない。やっぱり自分が思うのは、あと一歩踏み込めるかっていうのは、そこの社会に対して、やっぱ何度も言うけども、被写体に対して、やっぱ自分が興味を持ったのであれば、より知りたい、より感じたい。だから一歩踏み込む。その結果シャッターを切る。と、その写真が前回よりも近くなるかもしれない。でもそれはね、俺はよく言うんだけども、一歩踏み込むというのは、ある場面においては、被写体と被写体の関係を取りたいがために、自分は一歩距離として引くこと、一歩引いて、自分は第三者であるべきだ。シャッターを切る身として。それでシャッターを切るってのも大事なことなのよ。どうしても写真として起こすならば、A と B という車体の中にいてね、飛び込んだ写真の方がインパクトがあるって思うかもしれない。でもそうじゃなくて、ここでは一歩引く、社会の、その場では本来一員にはなれなかった自分というのに正直になって、そこで車体を見る。この素直な気持ち、もっと言うとだから、より近づくというのは、自分の本来の気持ちとより正直になるって意味なんじゃないかな。入り込みたいんだと思ったのであれば一個踏み込むべき。でも、この光景を捉えたかった。傍聴者であってもいいと思ったのであれば、勇気を持って一歩でも引く。そこで構造を捉えること。距離感というのは、心の持ちよう、それと被写体との距離。その距離を知ってるのは君でしかない。本当にそう思う。そのあなたがそこで感じた距離感を本当に写真でできたか。それが写真になったか。それが一番大事だと思う。いや、インパクトがあるかとか、明快かわかりやすいかよりも、謎めいてるがいいんだよ。不思議な方がいい。なんだこれはって方がいい。いいか悪いかじゃないと思う。答えになってるかわからないけども、その光景が本当にどうであったか、それをあなたがどう感じた結果、どう見せたいか、それが大事。だからインパクトだけある写真、それだけを撮ってる写真家でもいると思う。それ面白いかどうかと思うのはあなた次第。でも自分が面白いと思うのは、いろんな場面に出会って、いろんな方たちと出会って、いろんな感情をリアルに写真にしている人、そのプロジェクト、その写真家の活動、自分はそれが一番魅力的だと思う。ある時は部屋の中で撮ってて、ある時は物だけを撮ってて、さっき言ったように家族だけを撮ってる。そして風景を撮って、汚いものを撮って、動物だけを撮って、いろんなものを撮っている。明快さじゃないと思う。その写真のね、インパクトの明快さじゃないと思う。写真家の活動の明快さだと思う。この人生きてんなー。
カメラ持って生きてんなーって。叫んでんなーって。その声を聞こえたい。聞こえるような写真を見たい。その活動が見たい。あなたがどの街で生きて、どう歩き、どういう社会を見て、何を感じてきたのか。被写体を通して、社会を通して。シャッターを切った自分が一番わかってると思う。結局、映し出されるのは自分自身だって。足りなかったもの、満ちていたもの。笑顔なのか、泣きそうだったものなのか、その感情のすべて。その溢れ出てるもの、その写真を束にして自分に見せてほしい。